こんにちは。今日は、アルハンブラの思い出、有名な曲ですね。トレモロの曲の音楽的な解説と、すごいな、文化的な解説、それから指使いの指の解説、まとめて、原稿はないんだけど、ざーっと話をしていきます。この曲は1890、いやもっと前には書かれてるんだけれども、あの手書き譜が残ってるのは1899年ですね。19世紀の末だから、その頃にはドゥビュッシーなんかがちょっと前にパリの万国博覧会でインドネシアバリの音楽を聴いて、ね、新しい体系を作ったり、そして全く新しい世界が生まれてきた頃ですね。同じようにタルレガはこういうアラブの音楽を自分のものにしていったわけです。それはね、カタルニアというところがモンジュイという山、ユダヤの山っていうんだけど、こうユダヤ系の人もアラブの人もみんな割と仲良く住んでたんですよね。で、彼らは生活の都合でキリスト教徒になっても、やはりその文化を持ち続けていました。で、その思考譜、多分この辺に出てくると思うけどには「アルハンブラの思い出」っていうタイトルはありません。で、出版された時にアルフレッド・コターンっていう彼の友人のパリのアマチュアのマンドリン奏者のためにっていうオマージュっていうふうに書きました。でも最初の自筆譜は別の人の名前が書いてある。これの真相はあんまり追求しない方がいいかもしれないけどね。で、タイトルはカンティガ・デ・アラベって書いてある。カンティガっていうのは多分タルレガ、今タレガっていうのかな、僕はタレガの方がいいんだけど、タレガにとってはとても親しい音楽だったモンセラートっていうカタルニアの高野山か比叡山かね、もう音楽のふるさとです。そこで例えばギターの人だったら分かるけど、ソルなんかも勉強したわけですね。山の上だけどね。そこの音楽、それだけを指すのかどうか、ちょっと僕はその専門家じゃないから分からないけれども、そういうマリアを称える歌をカンティガって言います。で、それが何て言ったかな、朱色の本とか赤い本とかといって、イスラムの成果がそのまま取り入れられたわけです。もう混然としてるんです。もちろんキリスト教の教会です。で、祀っているのはマリア、黒いマリアとかって言うんだけどね、これちょっと神秘宗教みたいだけど、そういうところですね。で、この曲は皆さんご存知の通り、こういう旋律はこれだけのことね。これが他のドイツの音楽だったら次絶対なんか変わってるわけ。こう2回同じことを言うと咲いた咲いたって言うと、次が桜が咲いたって、古いなこれ言わないな、というふうにこう3回目が違うんだけれども、この曲ではずっと同じなの。前半も後半の途中まで、完全に同じです。で、これはその自筆にも書いてるけど、自筆にはインプロバイゼーション、スペイン語で書いてるね。スペイン語でインプロ、即興、グラナダでの即興、グラナダつまりアルハンブラ宮殿のことだよね。で、アルハンブラ宮殿の天井のこういう同じ形がしたこうモザイクじゃないけどアラベスクだとか、本当のアラベスクだとか、それからタイルのモザイクを見て、アラブ的な文化、同じような模様がこう連なっていく美しさを描いたわけですね。で、音階はこれみんな異端調だと思ってるけど、ちょっと違う。異端調だってことはもうほとんど最後に近くなるまでわからないんです。で、調整がほぼ不明です。
で、しかもねアラブの音楽にはね、僕ら本当に観光客として、観光客というかな、僕の生徒にはアラブの人とかイスラム教の人がとても多いんだけど、彼らの音楽を聴いてると時々異端調みたいなで、ただラシド、これ僕の楽器半音低いからね、こうドがちょっと高い、こんな音階よく聞くことがあって、この音階聞くとアルハンブラの思い出と同じだなって思います。で他にもね、例えば、和声楽で普通に習う波長長の音階でレミファソラ、こういう音階でドレミファソラシドだよね。これで発見だけじゃなくてラのフラットも波長長の音だよね。これ和声的超音階って言ってるのが日本だね。例えば賛美歌で「アーメン」って歌う時ラが今フラットになった、全然問題ないね。ラがナチュラルで、これで「アーメン」と歌うとラのフラットで「アーメン」と歌うと同じです。で例えば他にもラのフラットの上にレのフラットファ、ラのフラットレのフラットミソド、こんな風にこれナポリのロックって言います。地中海の和音ですよね。でラのフラットレのフラット、他に例えばラのフラットの使い方だとゾーロ6の和音、このアルハンブラでも出てくるけれども、これでソシレに来てドミソに戻る、これもラのフラットが出てくる。ですからファのシャープも普通に波長調では使います。異端調でもファのシャープを一応みんなは先方だって言ってるけどね、例えばグリーンスリーブスなんかでここでファのシャープ、でもそれを混ぜて弾くとね、これ遊びだよ、こうドレのフラットミのフラットファのシャープソシド、これやるとなんだかね、こうインドかアラブみたいなこうちょっとこういい雰囲気が出ますよね。だから多分こういう西洋音楽での、西洋音楽オキシデンタルな、オリエンタルに反してこうオキシデンタルヨーロッパの音楽ではこういう複雑な音は多分アラブ音楽からもらってきたんでしょうね。でそうもうテクニックの説明ね。トレモロ、ギターの人分かってるかもしれないけど、親指、薬指、中指、人差し指、こうやって順番に動くんだけど、こんな感じですね。こんな感じでこれだけのことなのよ。で絶対に弾かない、叩かないっていうのがトレモロの時でも原則です。で弾いてパラパラこう分離がいい音がしても、これは僕はこういうちゃんとした音楽には使えないと思ってる。でトレモロの技術を見せるためにこの曲があるわけじゃなくて、まるでこう夢のようにふわっと浮いた感じを見せたいためには糸をちゃんと掴んでいかないとダメだと。でも悪いテクニックもね、時々わざと後で見せるけど使えるんですよね。で要点で言うと、小指が右手の小指が上にあるともう薬指はもう動かないんで、これはやめましょうね。小指はこの時は中にいてください。で親指を引いて、薬指を引いて、中指を引いて、人差し指引いた時に親指はこういう楕円を描いて戻ってきます。そして親指が動いた時に全部戻ってきます。こういう柔らかい動きっていうのかな。正面から見たらほとんど動かなくて、内側から見るともうかなりバタバタこんなふうにして動いてるわけね。で正面から見るとそんなに動いてない。これが今日はねできるだけ斜めから見えるようにしますけれども、正面から見たらあんまり動かない。こう自分が上から見たらもうものすごく動いてる。これが多分いい方法だと思います。でそれは私にとってはいい方法っていうのは、それは音楽ってのは10人いたら全部違うべきだから、テクニックも違って当たり前で、自分以外はダメだってことでは全然ないですからね。で爪がないと取り物できませんっていう人がいるんだけど、僕は今日爪長いんだけど正面から見て全く見えない状態です。ほとんど爪を使わないんです。で必要な時だけほんのちょっとこうして爪を当てる、その程度のことで、親指はあまり使わないですね。親指ちょっと爪を伸ばしてるけれどもあまり当てることはありません。だ
だからあんまり気にしないでください。で指使いもね、例えばまたそれ後で話しようか。ちょっとまだ弾いてないから指が温まんないしね。で最初のこんな風に入っていく。でこのでね3拍目でねこうなんていうんだろう、こう自分が息をするというか楽器が息をする感じがしてほしいわけ。このファはただのつなぎだね。同じことをまた繰り返すだけ。今の指使いちょっと変だけど、僕は指が、すごくでかいからこんな変な指使いが平気でできるけど、これはもう適当に普通の指使いにしてね。今までこうほとんど前半の時には僕はもう2弦の上に2の指を置いたまま滑ってきてます。だからもう全く見なくてももう自分の指がどこにあるか分かるからすごく楽なのね。で今みたいにミレドレミソファミファソロシラシタイルが重なっていくわけよね。そう、これアルハンブラ宮殿のタイルをご覧になると分かるんだけど、これ出るかな。タイル、今日はピクチャーインピクチャーっていうのか、多分ここにタイルの絵が入る。でこれ昔のイスラムのタイルですよね。で次の写真はね、じゃああんな日本から行くと遠いアルハンブラまで行かないと、グラナダまで行かないと、しかも今予約しないと多分見られないしね、わからないのかって、そんなことないんですよ。このタイルは日本の京都の西陣のお風呂屋さん銭湯のタイルです。今はカフェになってますけどね。で大きくしてもらうと分かるけど、写ってるのはマティアス・ロゼ君っていう友達の若い音楽学者です。フランス人で半分カタルーニャ人で、彼からいろいろカタルーニャの音楽について勉強するわけです。でそうだ、もうここで息を楽器が膨らんでくるような感じね。ここはかすかになんか切れても構わないかな。ここ今のとこちょっと難しいとこ、ここで初めてそのシャートが出てきて調整らしいものが出てくる。今のはこういう装飾音ね、これもイスラムのアラブの歌だよね。これは本当の歌はそのシャープで、それにラの装飾音がついてラーって歌うんだけど、その装飾の音にまた装飾がミリスマっていうのかな、ついてるわけ。いやいやとこれだからこれあんまり速くならない方がいいですよね。これが速くなるとひっかき傷みたいな装飾になっちゃうので、ここ面白いよね。こうレファラの和音にレとファに装飾音がミとソがついてる、ダブルでついてる。でしかもその装飾音そのものに一応多分反則なんだけど美しいです。装飾音そのものにまた装飾がついてる。次なんかもっとすごいのね。ここまで弾いても何の和音かわけわかんないわけ。こんな和音ね。最後の8分音符、小説の最後の音になって初めてレファラだったってわかるわけで、その次の音なんかもっとすごいわけ。下はさっきちょっと話に出たゾウ6度の和音です。こんな音ね。これがミソシャクシミに来るわけで、上に旋律が乗っかってる。こう旋律はレのナチュラルで出る。これ楽譜に書いていません。厳格に読むとシャープが上に適用だとこんななっちゃうんだけど、これは間違いね。瞬間ね、こんなす
すごい音ができてるわけ。わかるかな。レのシャープとレのナチュラルがぶつかってるわけだけど、みんなこれを変だと思わないんですよ、歌があればね。でしかも美しいわけね。でだから楽譜を読むときにカタルニアの音楽、アルベニスだとかタルレガとかグラナドスでは和音と旋律が違うことがよくあります。いちいち書きません。でそれを厳格に前に臨時記号があるからこれはシャープだって言ってもそれは当てはまらないことが多い。でじゃあどうやって決めるかというと、自分の気持ちに尋ねてみる。で選びましょう。それは楽譜を読むという技術は多分そこにあると思うので、一番前半で難しいのはね、実はここかもしれない。最後のこんなとこど思うかもしれないけど、普通に弾いたら最後の装飾のドの音がそのシャープに来るわけね。これ同じ意味で来るとね、すごく難しいわけ。だから人によってはこのバレエ正反っていうの、人差し指で2弦と1弦を一緒に押さえておいて、ここで起こす。これも一つの方法で、もう一つの方法は違う指で取ってしまって1音指を温存する。だけど僕はもうあえて一番難しい簡単な単純な方法で、ここで少し隙間ができてもね、綺麗なんだよね、僕にとってはよ。でっていうのは、この曲ではそのシャープが出てくることが少なかったので、ここで隙間があってそのシャープが出てくると、自分に弾いててさ、すごく新鮮なわけですごく美しいなと思うわけですよ。で後半に入りますね。で後半は西洋音楽風に言うと、オキシデンタルに言うと転調するわけ。異調調にこれ確かに異調調だね。でも同じですね。一番大事なこと言い忘れてるけど、旋律の下には3度下にこのドの音、シの音、この音、ずっとそれがまとわりついてるわけ。今までずっとそうでした。これを覚えててほしいわけ。ここの旋律の下にはこういうこれがまとわりついてるわけ。そのためにここではてっぺんにここのシの音が出るわけです。これを名所観光案内でいうとものすごい綺麗なとこですよ。で普通の感覚でいうと、僕らみたいな凡人が書くとこう書けば良さそうなもんなわけ。それをタルレが詩のまま書きました。この詩はね、解決しないわけ。上にポッと置き去りにされるわけで、綺麗なとこですよ、この詩の音ね。でもかといってこれをあんまりこうやって強調するのも好きだったらやってもいいけど、僕はちょっと下品かなと思うけど、いつもこの詩の音がもっと入れすぎるときに綺麗だなと思って、で次はいきなりこの音、異調調にとってはラシドレミファ6度の6番目の和音ね。でこれは A 波単調のサブドミナントね、家族和音っていうの、A 波単調の家族和音、すごいところに飛ぶわけ。A 波単調に飛ぶ。でここはさ、もう夢の中の夢ですよね。だからもうここはもうできるだけ自分の知ってる限りの悪いテクニックを使うわけ。音が出ない。夢でキリスで、ここもそのシャープ、旋律がそのシャープあえて消さずにはっきりしないんだけど、この方が夢みたい。ただ全体が夢になってほしいから、夢の中の夢っていうのかな。ただ伴奏はいつもそうなんだけど、ほんのちょっとこうやってアーティキュレーションをつけています。普通に弾くことはまずない。でもアマチュアにしては普通に弾いて全然問題ないですよ。それが元の調に戻るのに、源さんはこれ一発で、これでもう戻ってきた。綺麗なところに、すごいドラマチックなんだけど、本当のドラマはね、次なの。コーダに入ってからなので、コーダに入ってからは張り付いちゃうわけですよ。こ
本当に美しい、もうなんていうかな、こう音楽理論の本でもう参考にしてもいいと思うんだけど、何にもないコーダってのは珍しいわけ。ラの音しかない、ミの音しかない、ドの音がない、なんだっていう世界ね。だからこれは本当に人間の鼓動みたいに、ほんのちょっと僕らまあね、それ仕事だからミの音をこういう人間の鼓動みたいにアーティクレートしてます。これ動くんだけども、隣の音にしかシノレにしか動かないわけね。でこう膨らむんだけれども、それさミのままここ面白いとこね。低音が上はラの音、下もラの音しかない。でミしかない。でミのシャープに来てファのシャープに来るんだけれども、ミのシャープに戻るみたいだけど、戻ってきたのはね、さっきのミのシャープじゃなくてファのナチュラルなんだよ。綺麗なところです。瞬間に化けてるわけね。これは意図して書いたのか、もう自然にそうなったのか知らないけど、もう綺麗だからいいよね。ここで初めて旋律が飛びます。飛ぶったって隣の隣よ。ドからミに行く、ミからソのシャープに行く、サンドっていうね、ミからソに来るだけ。でもこれがショッキングに聞こえるわけ。この今のとこね、これがドラマチックに聞こえるってすごいことだよね。しかもね、これまた僕らみたいな凡庸な人が書くと、ここちゃんと和音にしたと思うんだけど、タルレが和音つけなかったわけ。ミ下にミに3オクターブ、2オクターブだな。ミこれしかついてないよ。これまるで教会の鐘の音みたいにね、ちっちゃい鐘の音。これはこう元のテンポをしっかり保っててね、もう時間はアラブの文化だよ。もうね、こうアラブの人たちがいっぱいいるところ、朝通って昼通ったらみんな同じことしたりするんだ。時間はたっぷりあるんだ。絶対ここ慌てないで、ドラマチックな必要がない。でアラブの文化であると同時にカタルニアの文化で、カタルニアの人は上に天国がパラダイスがあって、上に上がっていくわけ。これはゴシックのキリスト教の教会もそうだけど、上に上がっていって光が入ってくるっていう美しい状態を作る。だから上に天国に上がっていって明るさを求めてくる。という全体の感じね。でテクニックのことを、もうちょっとだけ補足しておくと、そうね、もう姑息なことを教えるけれども、トレモロをした時に万が一にも間違って隣の音を弾かないように、弾いた時にも音がしないように、絶えず隣の音はどっかで指で止めています。だけど隣の音を弾くことないけど、ね、こうやって分かるかな、こう絶えずどっかで必ずこうやって止めてるわけで、そうやって止めとくとね、意識がいってさ、間違って隣の音を弾いたりすることがないわけね。で、トレモロはね、僕自身が演奏会で弾くときはアンコールでこの曲弾くことが多いので、そのトレモロの指使いはあんまりこれ今の指使いではなくて PIMI 日本指で弾くことが多いのね。っていうのは演奏会で体が温まって気分も高揚するとね、速くなっちゃうわけ。こうだから間違ってこんな風にならないように、日本指で弾くとそんなに速くならない。早く弾けるなら弾いてもいいけどさ、こう日本指でこうやるとさ忙しいんだよね。それとも PAIM で
で弾くことも多いです。これはねどうしてもやむを得ず、あんまり弾きたくないんだけど、アンコールセットっていうのかな、昆虫セット、クマバチとかハチスズメとかさ、蝶々とかああいうのアンコールでよくやるんだけど、その時に例えばクマバチなんかのこういう時に使いと同じだから、もう前もってこれやっておくわけね。ずり方法です。でもう一つはとっても本当に気持ちがゆっくり弾きたい時は音の数を増やしてあげる今のは PIMAMI、 音の数が、取り物の数が12345つもあるわけね。そう言い忘れたかもしれないね。さっきの西陣のお風呂屋さんは今はカフェになってて、サラさん西陣とかいうのかな、そこに行くとアルハンブラの思い出がとても上手になるかもしれない。で近くにはなんか本当にまだ銭湯としてやってるところがあって、美しい銭湯があります。だからアルハンブラの思い出の勉強のためにね、石鹸とタオルが持ってどうぞ勉強に行ってください。どうもありがとう。